こんばんは、あるいはおはよう。H ラボのエリよ。今日から不定期で画面を見なくてもいい耳で聞くサバイバル教室を始めるわ。通勤電車の中とか家事をしながらでもリラックスして聞いて。さて、今日も満員電車に揺られながらスマホで円安がやばい、政治家が悪い、うちの上司は無能だなんてニュースや愚痴を見てため息をついているんじゃないかしら。もしそうなら、あんたたちの人生はこの先も一生不満で埋め尽くされるわ。断言してもいい。今日はね、そんな被害者意識の人たちの目を覚まさせる特効薬を持ってきたわ。世界中で4000万部以上売れた自己啓発の金字塔、スティーブン・ R・ コビーの7つの習慣よ。まず、一番最初にやらなきゃいけないこと。それがパラダイムシフトよ。パラダイムっていうのは自分が世界を見ているレンズであり、頭の中にある地図のこと。ちょっと想像してみて。今東京のど真ん中である特定のカフェを探しているとするわ。でもあんたのスマホに表示されている地図が実は大阪の地図だったとしたらどうなる？いくら歩くスピードを上げても無駄よね。目的地には絶対に着かない。じゃあ絶対に見つかるってポジティブシンキングをしたらつかないわよね。行動を変えても態度を変えても無駄。なぜなら根本の地図、パラダイムが間違っているからよ。人生もお金も全く同じなの。お金は苦労して我慢した対価としてしかもらえない。成功するのは親が金持ちのやつだけだ。国や会社が私を豊かにしてくれるはずだ。多くの凡人はこういう間違った地図を握りしめながら必死に走っているの。だからいくら残業してもいくら節約しても豊かな目的地には絶対にたどり着かない。間違った地図を持ったまま全力疾走しているんだから当然の報いよね。だから今この瞬間からその間違った地図を破り捨てなさい。環境のせいにする被害者のレンズを叩き割って自分の人生の結果は全て自分が選択したことだという創造者のレンズに変えるの。コビー先生はこれをインサイドアウトと呼んだわ。外側の世界、つまり会社、国、経済が変わるのを待つんじゃない。自分の内側、つまり自分のパラダイムや行動を先に変えることでしか外側の現実は変わらないの。誰かが悪い、環境が悪いって言っているうちは自分の人生のハンドルを見ず知らずの他人に明け渡しているのと同じよ。ハンドルは自分の手でしっかり握りなさい。それがパラダイムシフトよ。レンズを掛け替えたら次は具体的な行動の話よ。コビー先生は私たちが日々直面する事柄を2つの輪に分けたわ。一つ目は関心の輪。これは自分が関心を持っているけれど自分ではどうにもコントロールできないこと。例えば明日の天気、日銀が金利を上げるかどうか、過去の自分の失敗、芸能人の不倫ニュース、そして他人が自分をどう思っているかや上司の機嫌もそうね。二つ目は影響の輪。これは関心の輪の内側にあって自分自身の力でコントロールできること。例えば自分の健康状態、毎月何にいくらお金を使うか、休日にどの本を読むか、どんなツールを学ぶか、そして起きた出来事に対して自分がどう反応するかよ。もう言いたいことは分かったわね。凡人は自分ではどうにもならない関心の輪にばかりエネルギーを注ぐのよ。なぜだと思う？被害者でいる方が圧倒的に楽だからよ。円安で物価が上がって生活が苦しい、政治家は何をやってるんだって居酒屋や SNS で文句を言う。これ何の努力もいらないわよね。自分は被害者で悪いのは自分以外の誰か。そうやって文句を言っている間は安いドーパミンが出て、なんとなく自分は正しいことを言っているような気になれるの。でもね、それって毒を飲んで相手が死ぬのを待っているのと同じくらい馬鹿げた行為よ。そんなことに何千時間費やしてもあんたの銀行残高は1円も増えないし、人生は1ミリも好転しない。
ただ疲労感とストレスが溜まって顔つきが険しくなるだけ。完全に命の無駄遣いよ。自分が関心の輪にとらわれているかどうか、一瞬で見抜くリトマス紙があるわ。それはあんたが普段無意識に使っている言葉よ。何々のせいだ。何々だったらいいのに。どうせ無理だ。何々しなきゃいけない。こういう言葉をコビー先生は反応的な言葉と呼んだわ。例えば、上司がバカだから仕事が終わらない。この言葉の裏には、私の感情や結果は上司にコントロールされていますっていう敗北宣言が隠れているの。自分の人生の主導権を自ら手放しているのよ。影響の輪に集中する人間は言葉が違うわ。主体的な言葉を使うの。何々してみよう。別のやり方を考えてみよう。私はこれを選択する。上司がバカなら、じゃあ上司の機嫌にかかわらず仕事が進む仕組みを自分が作ろうとか、こんな会社いつでも辞められるように自分の市場価値を上げておこうって考える。主語が常に自分なのよ。わかるかしら、この圧倒的な違いが。インフレでスーパーの弁当が値上がりした時、関心の輪にいる人間は、ふざけるな、生活できない、と嘆く。でも、影響の輪に集中する人間は、こう考えるわ。日本円の価値が下がっているなら、自分の資産の一部を、米国株のインデックスファンド、VTI や S&P500 に移してインフレをヘッジしよう。会社の給料に依存するのが怖いなら、週末に AI ツールや動画編集のスキルを学んで、個人で稼げる力を身につけようってね。自分がコントロールできること、つまり影響の輪だけに 100% フォーカスして行動し続けると、不思議なことが起きるの。影響の輪は行動すればするほど自信と実力を伴ってどんどん外側に向かって大きく広がっていくのよ。知識が増えれば投資で資産が育つ。スキルが上がれば転職のオファーが来る。自分で稼ぐ力がつけば会社の理不尽なルールに従う必要がなくなる。気づいた時にはあんなに悩んでストレスを抱えていた関心の輪、会社や経済の動向の問題が自分には大して影響のないちっぽけなものに変わっているわ。いつでも逃げられるし、いつでもやり直せる。影響の輪を極限まで広げた人間だけが、この残酷な時代に本当の自由と精神の安定を手に入れられるのよ。自分には変えられない世界を嘆くのをやめて、変えられる自分自身に 100% 集中する。これが7つの習慣の第1の習慣、主体的であるということ。そして狂った時代を生き抜くための最強の自己防衛術よ。さあ、今日の特別講義はここまで。今すぐスマホを開いて、見ても何の役にも立たないネガティブなニュースアプリを消しなさい。文句ばかり言っている SNS のアカウントは即ミュートよ。あなたの貴重な影響の輪のエネルギーをそんなゴミみたいな情報に吸い取らせないで。そして今日あなたがコントロールできることを一つだけ実行してさっさと寝ることね。本を1ページ読むでも、積み立て投資の額を少し見直すでも何でもいいわ。あ、そうそう。このラジオの高評価とチャンネル登録ボタンを押すことは間違いなくあなたの影響の輪の中に入っているわよ。私のコンサル料の代わりにしっかり主体的な行動で示しなさい。それじゃあまた次回の配信で良い夜を。